軽食的なものが置かれてる感じなのかな。豚ピーとか。オモスリーすすきの札幌に来ました、今日は舞鶴から小樽まで来て、小樽から札幌すすきのに移動してきました。だいたい酔い止めを飲んでから24時間経ちました。酔い止めを飲んだのがアネロンニスキャップっていう酔い止めがすごい効くって言われたので、乗船する1時間ぐらい前に飲んだんだっけ、だからちょうど今24時間経って切れてきたんですよ。それに気づきましたね。おか酔いってやつしてます私。すごいなんだろう、こう立つじゃない、立つともうあっていうこういう風になりますね。さっきコンビニに寄って夕飯買ってきたんですけど、コンビニでなりましたね。びっくりした。おか酔いってあるんだね、本当にね。新日本海フェリー舞鶴から小樽、その便で来たわけなんですけれども、全然揺れてなかったんだよね。快適と思ってたんだよね。そうでも結構揺れてたってことだよね。そうなみたい、案内のところにいらっしゃる船内で働かれてる方に、今日は何メーターぐらいの波なんですかねって聞いたら、1メーターぐらいでしょうっていう、1メーターか 0.5 の間とか、そういうふうにおっしゃってたんですよ。1メーターって言って全然何も感じないんだなって思ったんですけど、酔い止めが効いてただけかもしれないそんな始まりです、このホテル滞在の。1泊だけもう一度オモスリー札幌すすきのバイ星野リゾートっていうホテルに泊まるんですけれども、その前一昨日ぐらいだったかしら、京都の東寺っていうところにある京都東寺オモスリー京都東寺っていうところに宿泊しました。やっぱり同じオモスリーでも違うよね。少し雰囲気は違って、こっちの方がよりカジュアルな感じかな。入ってきた瞬間っていうのも、京都の東寺の方は荘厳な雰囲気なんですよ。京都の方はやっぱその京都らしさ、和とか伝統な感じがあるけど、こっちはもう本当夜の飲み屋街じゃないけどさ夜のすすきのっていうイメージ、エントランスなんかもね。確かにここのお客さんも酔っ払ってますね。お客さんね、2人見かけたけどね、2人とも女の人酔っ払ってましたね、1人でフード&ドリンクステーションっていうのが1階にあるんです。それは自分で持っていって自分で会計して、完全に自分でやるものなんですけども、安い値段が、正直京都の品揃え、なんでこんな高いんだろうなと思ってたんですよ。アイスクリームみたいな。アイス食べたいね、あれ食べたいよね一番食べたい。明日の朝食べようか。なんか夜パフェっていうのに行きたいなと思ってまして、で、この部屋に関しては同じだね、でツインルームを取ったんですけど、ダブルルームっていうのも一応あるんですが、ツインルーム取りました。15平米と18平米で、こっちの方が広くてお値段が一緒だったんですよ。特別変わったところがあるかって言われたらない、ないので、私たちは、いつも通りまずはコンビニで買ってきたご飯を食べていただこう。酔い止め飲みます。
ニトロもきっとなんか美味しいんだよね。部屋の中で一つ私は気になったところがあります。それは鏡です。こちらのオモ3では鏡がなんと美肌加工の鏡になっていました。大きい鏡、全身鏡もそうですし、今私の目の前にある鏡もそうです。お肌がね、なんだか滑らかに映るんですよ。あちらの洗面所の方もそうでした。いいのか悪いのかだね、それに関してはね私としては鏡はやっぱり事実を映し出した方がぜひね、オモ3すすきの、札幌すすきのに来たらね、鏡チェックしてみてください。こんな感じですよ違いが分かりますでしょうか。フード&ドリンクステーションという1階にある、簡易的なコンビニみたいなところですかね。そちらに行ってスイーツを買ってこようかと思います。すっごい美味しそうなのが売ってたの。はい、本当は夜パフェに行きたかったんですけれども、札幌夜パフェ人気みたいな形で検索したら、その人気のお店っていうのがもう12時ぐらいで終わっちゃうお店ばっかりだったんですよ。残念なの。今ちょうど12時なんです。また札幌にはきっと来るでしょうから、その時に夜パフェ楽しもうかと思います。ユニクロ方式だと思ったけど、私もそう思った。置いてくださいとか言われる。なんかユニクロみたいに置いたら、パッてこちらに値段が出てくるのかなって思ってずっと待った。出てこなかった。こちらは紙皿です。美味しそう。フランスに作られたユダヤ人収容所。ここから
26度。え、そんなに低いの？この鏡で見てるとね、メイクしなくていいかなって気分になってきちゃう。もう絶対した方がいいんだよ。これは騙されてるよね。疲れ取れた。今日は札幌から東京に帰るだけなんですけども、こっち使います。ここの鏡だとどれだけ自分がメイクしてるのか分かんなくなります。今こうやって鏡を見てるんですけど、もう十分メイクされてるように映ってるんですよ、私が。絶対そんなはずないのに。I want to eat breakfast なんで英語なの？ because I am American. いつからアメリカ人になったの？ Oh my god. なんで神様呼ぶの？この鏡通して映すとさ、別人で見てみて。ほら、私たちなんかやばくない？これ別人だよね。なんかシワがないよ。そういうわけだよ。普通だよ、価格設定が。しかもなんか違う。あ、美味しそう。朝食食べるのが普通になりつつあるわ。朝7時に起きて、今ちょうど8時ぐらいで全ての準備を終わらせてパッキングもして、で残ってるのがこのニットだけなんですけど、今日ちょっと札幌寒いみたいなのでどうしようか迷ってるところですね。で朝食がこちらです。数日前に京都のオモスリーに泊まったんですけれども、こんなに混んでなかったね。だから、実を言うと人が多かったね、朝から。びっくりした。予想外だった。朝ごはんの値段とかもね、全然安くて。値段違うんだね。違うんだね。もちろんね。オモブランドのやつは多分一緒だったかな。一緒。あれは一緒だけど、それ以外が、ラインナップが本当にその地域にあるものだから安いね、ここ。なんでこんなに高いんだろうって思うぐらい京都は高かったんですよ。基本的に京都は観光客の街だからね。そうだね。もう本当のことを言うと外国人観光客の街というか、外国人観光客向けみたいなものがすっごい多い街だからかな。価格設定はもしかしたら。けどここはね、朝毛みたいの置いてあったね。置いてあった。置いてあったよね。花丸木みたいなの置いてありましたよ。そして人も多くて、やっぱりここの街は渋谷みたいな、もしくは歌舞伎町みたいな感覚の街だからかね、やっぱ泊まりやすいのかもしれない。そうだね。じゃあちょっと食べてみようか、これ。いただきます。毎日パン食べてるとちょっと体に毒な気もするんだけど、旅行の時ぐらいはね。これサクサクですよ。おお、どうしちゃった。これは
ご近所マップに載っていた真夜中のパン屋さんっていうお店の名前なのかしらね、きっとね、なんかそう書いてあるんだけど、お店の名前はしげパンかな。名称なんて書いてある？かまやつって書いてあるね、ほら、名称これかまやつなのね。そうあバターが多い感じ、このパイの層がね粗いから、多分これバターがちょっと多めなのかな、一個一個がすごいパリパリですもん。これ結構濃厚だよ。チーズが濃い。ごめんなさいね、マイク外しちゃった。話す予定じゃなかった。多分ダブルチーズでしょうね。こんな形でお部屋が片付いて、パッキングも一応済みました。なかなかいい滞在でしたね。なんかすごいこうレジャーをするに最適なホテル、そのコンセプト通りなんだけど、ここのホテル滞在もレジャーの一つとして利用できる感じ、楽しめる感じ、場所的にも観光に最適なのかなと思いました。札幌駅まで2駅だし、10分ぐらいで札幌駅に着くしね。もうそもそもすすきのってすすきのに遊びに来るんじゃないのか、札幌駅からきっとそういう場所だよね、きっとね。そういう場所だと思う。そもそも多分遊べる場所なんだろうと思いますし、そういうど真ん中にあるホテルだからか、結構混んではいるんですけれども、夜来た感じでは、私たち遅かった12時ぐらいだったっていうのもあるんですけども、夜ザワザワしてるっていうことはなく、朝起きてみたら、こんなに泊まってらしたんだって、思う感じだったんですけれども。そうだね。京都に比べてやっぱり同じオモ3でも違うなって思いました。そうね、施設の備品だとかいろいろこだわってるのは多分京都の方なんじゃないのかなと思う。それも動画にしているので、ぜひこちらからご覧ください。はっきり言って京都の東寺っていう駅の周辺っていうのはこういうすすきのみたいな街ではないんですよ。だからこそホテルが提供してくれてるのかもしれないなって思ったんだけれども、ここはあとご近所マップがすごい力を入れてるというか、分かりやすいで、お店も多いから、お酒のお店、焼肉屋さん、ラーメン、締めでね、締めのラーメンと締めパフェ、そうだね、全部もう飲む関係じゃんっていうぐらいの、オモブランド今すごく増えてきています。東京にも赤坂と大塚にあるんです。大阪にもね、オモセブンがありました。北海道内でもオモセブンが旭川、そうだね、旭川にあって、オモ5が小樽にありました。だから他にもいろんなオモを見てみないと、私たちもまだ2軒しか行ってないので、何とも言い切れない部分があるんですけれども、きっとその土地に合った作りにしてるのかなと。ホテルごとになんか楽しめる部分がいろいろとありそうね。そう、予算とか違うのかなとか思っちゃうぐらい違うのよなんか、京都はね、本当にパブリックエリアの装飾がすごいんですよ。だけどお部屋のね、バスルームとかがユニットバスなんだよね。もう日本のビジネスホテルの標準というか、ですけども、ここはちょっと違うね。もうちょっとこっちお金かかってるなみたいなだけどパブリックエリアは京都みたいにお金かかってはないだろうな、みたいな、でも視覚的にもすごい楽しかったよね。きらびやかだね、ここの方が。看板もだし、あとは照明、あれは面白いね。お金かかってるっていうよりは楽しめる。そうだね、よく考えたよね、あれね。ランプシェードがいろんな形になっている。全部違う形だと思ったんだけど、寿司桶とか丼、そう、ラーメン丼とうどんの丼があったね。あとなんか鍋もあったジンギスカンっていうのかしらね。それの鍋、ジンギスカン鍋みたいなやつとかもあったし、よく見ると鍋じゃないみたいな感じだったね。そういう楽しさはあったね。
いろいろ他のところもその土地に沿った面白いね、面白い装飾がなされているんじゃないかと思います。じゃあこのままチェックアウトしちゃいます。また次の動画でお会いしましょう。またね。